丸ノコユニットの刃の径を大きくしてみた。その1。いつもご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。手元スイッチをスリムにしてグリップと操作性を改善しました。刃は110ファイをつけています。カゴの大きさがネックでこの径が限界です。刃の先端はテーブルから 34.5 ミリです。スレッドを乗せると作業面が9ミリ上がるので 25.5 ミリになってしまいます。厚い材は裏返して対応してきましたが、この辺りで波形を190ファイにしてみます。問題を解決しながら作っていきます。結果どうなったか、その顛末をご覧ください。計画。季節のカゴは 3way で使っているので、トリマー、丸ノコ、ジグソーが収納できます。110ファイの刃を使っていますが、ご覧のようにフレームに5ミリ干渉しています。110ファイが190ファイになると刃がフレームより大きくなってしまいます。なのでまず刃より大きいフレームとしなければなりません。新しいカゴです。天板を取り付ける上部だけ部材を交換することにします。季節を重ねてみると57ミリずつ大きくなっていることが分かります。テーブルの開口も上下もう2ミリ大きくして59ミリずつとします。左側面図です。L40×40×2T244L と交換します。右側面図です。L20×20×2T と交換します。最初はこのような形で全面交換を考えました。しかしこれでは重量が増加してトルクに負荷が増えるので方式を変えます。ブレスで補強して頑強に考えましたが仕方ありません。荷重は上の交換するアングルで支えますから強度は問題ありません。切断能力が40ミリ全て増えるわけではないですが、この形で計画を進めます。マルチプレートの製作。丸ノコを使用する時のテーブルです。化粧プレートを外して中を見てみましょう。上刃停止位置は化粧プレート下面2ミリにリミットスイッチを設定しています。化粧板下面いっぱいではプレート固定金具が干渉するので下げています。これはトリマーを使用する時のカゴ天板です。面取り用のビットを使えるように38ファイの穴を開けています。これらは使用するタイプ別の化粧プレートです。こんなにたくさんあります。この際カゴや化粧プレートも統合したいと考えています。まずはカゴの天板から始めます。これは新しいカゴの天板図です。各要素を1枚に表しています。このアルミプレートで必要要素を統合したマルチプレートを製作します。ノコバやプーリーの切り込みを再調整しながら作っていきます。ジグソーは10ファイの穴に、トリマーは22ファイの穴に変えます。あとは指示穴を全て揃えたら完成です。トリマーの穴径はコレットナットの大きさに合わせてあります。
ジグソーの長穴は丸穴に変わります。マルチプレートの加工。アルミプレートにシールを貼ってノコバやプーリーの穴を開けます。化粧プレートとのクリアが 2mm なので指示穴にはザグリを入れます。化粧プレートの方はノコバが切ってくれますが、これはそのようにはできません。なんとかクリアしました。できました。これからシートの大きさでカットします。表側です。裏側です。バイスを使っております。反対側にも当て木をします。3mm では厚いのでこのようにはできません。もう片側もカットして完成です。切れました。もう不要なのでシートを剥ぎます。シートが養生剤になっているので表面はきれいです。マルチなので穴だらけですが、これでプレートが少なくなります。ジグソーを当ててみます。この取り付け穴だけはタップにしています。ブレードの穴は長穴が良かったかもしれませんが、これで満足です。取り付け穴はこちらです。トリマーも当ててみます。この指示穴を使って中心にはコレットナットギリギリの穴を開けました。プレートの裏外周には 1mm 圧のプレートを貼り付けて3mm 圧としています。フレーム上部の組み立て。スレッドを使って 2.0×2.0×2mm 圧のアングルを45度で切断します。これを繰り返して部材を作っていきます。上部のフレーム材が揃いましたので組み立てを始めます。図面のような丸ノコカゴが入る大きさの書き込みを作りました。これらを仮組みして出来型を確認します。両側面の腕金具です。テープで留めて長さをチェックします。この金具作りが一番大変でした。長さがちょっと違っても直角が出ません。全体の長さを見ながらテープで留めていきます。45度は機械がやってくれるので手作業と比べて非常に楽です。この状態で墨を出して固定金具をつけていきます。接合部もうまくいっています。外角はプレートと同じ大きさです。
これから穴開け作業を行います。カゴの上部が完成しました。角度をチェックします。各部材をつないでいるのはホームセンターで見つけたこの金具です。3ミリの穴が開いているので、そこに4ミリのタップを立てています。コーナーを止めているのは同じアングルを15ミリ幅で切って作ったものです。これで四方を押さえているので頑強にできました。この書き込みには丸ノコカゴが入ります。残りはワーク接合とリミットの加工がありますが、あとわずかです。プレートを取り付けます。できました。この中心に季節カゴがつながって上下します。テーブル面の加工。ジグソーを使ってテーブル面の加工を行います。カゴの上部が大きくなるのでテーブルの開口も大きくします。ソリを外します。テーブル面に開口の隅を出します。開口を上下とも57ミリ大きくします。アルミ複合板に出した隅に沿ってカッター目を入れました。内側は開口用で角にジグソー用の10ファイ穴を開けています。開口をジグソーでカットしました。残った複合板を撤去します。開口周りはヤスリをかけて整えます。できました。あとはプレートの支持穴を折り目ナットで増やします。前のプレートより随分大きくなりました。開口は上部金具の各辺より2ミリずつしか大きくありません。これからテーブルを解体してこの金具の取り付け交換を行います。カゴ上部フレームの交換。部材の交換が終わりました。これでまた少し DIY がしやすくなります。これは撤去した旧上部フレームです。短い期間でしたが活躍してくれました。上部のブレスは刃に干渉するので撤去しましたが、下部は残しました。リミットを押し下げる上げるバーも復元しました。リニアレールの動作も再調整しました。上部フレームはジョイントでなく
1本にしたので強度もあります。その代わりフレームナットの支持部は穴合わせが大変でした。これから機構を復元してリミット等を再調整します。動作確認とリミットの調整。カゴ動作の最終調整をしています。特に加減高、底プラス1ミリは重要です。リミット調整は大変と思うかもしれませんが、機構が出来上がっているので何のことはない。バーの先端につけた 4mV をペンチで少し曲げるだけです。マイクロステップを再度確認しています。内部をご覧ください。詳しくは説明欄のリンクをどうぞ。左にあるのは周波数調整器です。ボリュームを回すと昇降速度が変わります。それではテーブルを乗せて最終確認を行います。最終確認。テーブルを元に戻しました。ここまで進めてきましたが、まだ化粧プレートの製作とソリの改造が残っています。それらは完成次第アップしますので、どうぞご期待ください。ソリはノコバが高くなる分、フェンスの高さが足りません。なので H90 のものに取り替えます。次回その2もご期待ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。